ギューッと水の中入るかどうかギューッと締め上げたら止まってくれる。でもう一つはきれいに順番に曲がっていくようになってる。それはなってる。いろいろの、言うたら昔みたいな一つの種類でかさは作ってないよ、カーボンがな。今は何ぼか集めてせんかったらそういうのできんのよ。釣りっていうのはな、操作性が先ないよ。ほんならもう、バランスが一番いい。これともう一つはきれいに順番に曲がっていくようになってる。それはなってる。もっと粘いはずやけん、こっちが。ほんだけ引いても今より前、ほんだけ前だったらやっぱりこの曲がり方はまずちゃうと思うんだよ。だけど叩かんし、そのままキュッと引いてもこっちにこのとこもっと力強くなってくるけん硬いんではない。これはもっと力魚が弱るようになる間違いないけん。ほんでギューッといた時にここがとってここがとギューッと水の中入るかどうかギューッと締め上げたら止まってくれる。今のさは何回も言うけど、向こうが引いたらええんよ、とにかく。ほんだら全体がもっとゴムが強くなってくるけんすぐ止まるけん、ガーッと引いたら向こうが引いて怖がっていたらあかんねん。ほんとは大丈夫です。ガマカツが総力を結集して作り上げた最高傑作ガマイソアテンダー3。そこには長い年月をかけて積み上げてきたロッド製造の知見、膨大なデータ、フィールドテストでの検証実績、そして最新技術が惜しみなくつぎ込まれている。この竿が誕生するまでの歴史を紐解く。2002年、ガマイソアテンダーは本来のガマイソロッドの真骨頂であるきれいに曲がる、粘る、浮かせる、それぞれを最新の素材とブレーディング技術により高次元で実現させた次世代の細仕掛け対応モデルとして誕生した。初代アテンダーは、入社した時にはもうありました。私チヌ釣りやってたんですけども、グレ釣りのことはそんなに知らなくて、松田実さんというお名前は知ってたんですけど、どんな方かは知らなかったんで、若干緊張して、もう入社して1年目から、出会って、もうかれこれ20年ぐらいのお付き合いをさせていただいております。一番その心に残っているのが、釣り人のために、竿を作りたいという、いい竿を作りたいっていう思いで、やっぱり裏切るようなものは作りたくないということで、一つずつ検証しながらテストをして、結構時間かかるんですけども、だから何年も何年もかけてちょっとずつ竿を良くしていくっていうものづくりを教わりました。アテンダー初代から2になる段階で一番言われたのはやっぱり次の問題ですよね。竿の継ぎ、ワンピースロッドと違って磯竿の場合5本継ぎですから、この次のところですね、この次のところの構造っていうのは非常にこだわられて、やっぱり曲がりが止まらないようにっていうところは言われました。で、その他に言われたのが、普通の竿だったらこう竿を立ててやり取りするんですけども、私も釣り始めた頃は魚かかったら竿を立てろとよく言われてました。しかし竿を立てるとですね、こういうふうな曲がりになる、見えますかね。で2番とか3番、これが磯竿全体とすると2番から3番が仕事をするイメージで、松さんから言われたのは竿を寝かしてやり取りができる竿を作れということです。で竿を寝かすと、こういう曲がりになるんですけど、当然この胴の方に入ってきて、手元に近い方が曲がります。で、普通だったらですね、竿を立ててこう竿全体のしなりを
生かすのが竿の設計の醍醐味なんですけども、竿を寝かしてなかなかしならないようにするような状態でも使えるようにっていうことで非常に苦労しました。で、なんで寝かさなダメなんだろうなということを、会社でいろいろ実験してみたんですね。でうちフィッシングシミュレーターっていうのがあって、糸にかかる張力、竿を曲げてリールをつないで、リールをつけて糸をつないで引っ張る機械があるんですけど、それで、竿にかかるテンションを測ると、やっぱり竿を立ててたらですね、結構僕がギュッと引っ張ってもせいぜい700-800グラムぐらいしか出ないんですよ。ということは糸には非常に緩いテンションしかかからないんで、ラインはブレイクしにくいんですけども、700-800グラムだったら大きいこんなお腹の場合走りたい放題ですよね。そんだけの負荷しかかからなかったら。で今度竿を寝かしてみて、同じぐらいの力でギュッと引っ張ってみるんですよね。そうするとその糸のテンションっていうのはもう軽く 2,3 キロは軽くいってしまうんですね。同じぐらいの力で引っ張ったとしても。っていうのはやっぱり竿の太いところで、この太いこの辺で受け止めるとすごい負荷をかけれるっていうのが分かったんですね。ただし太いところでその竿の引きを受け止めるわけですから、糸にも非常に負荷がかかって、ここがしならない限りはすぐ糸が切れてしまう。で、それを起こさないように、まずは、スーパーアクティブサスデザインっていうので、曲がりを止めないようにこの継ぎ目のところで曲がりが、止まらないようにっていうことをテストをして、でそれでももうちょっと進めんかっていうところで、最後にこのセパレートグリップですね。今マスターモデルとか今度のアテンダー3にも採用されている、セパレートグリップっていう構造になって、大げさに言うとここまで曲げてやって竿を全部で受け止めるようなイメージです。この元竿を全部で受け止めるイメージの形になっていったっていうのがこの開発の経緯になります。2011年ガマイソアテンダー2誕生。ガマイソの特徴である粘り腰を向上させるために、アテンダー2には次の段差を極限まで減らしたスーパーアクティブサスデザインが搭載され、これによって極めてスムーズに曲がる同調子ロッドが生まれた。アテンダー2の開発の思い出話、そうですね、やっぱり一番に頭にひらめくのは最終テストの時の 66.5 のオナーガーグレですね。やっぱりあんな大きいグレーを見たのは初めてですし、最後の最後であんなドラマが待ってるものとは思わなかったので、私と私の後輩が現地にいて、3泊4日で朝から晩まで釣りをして、50ちょっとは釣れたんですけども、60オーバーがなかなか出ない、普通は出ないんですけどね、状況で最後の最後でああいうドラマが待ってて、それが、まずは頭によぎるんですけども、もう結構ね開発終わった後ってもうすぐ次に進もうとなさるんですね。で、2を作った後でも何回も家に行ってですね打ち合わせをして、こうした方がいいああした方がいいっていう話は、もうすぐにありましたね。ものづくりは難しいもんやんのったら必ずもっと悪いとこ見えてくるし、もっと進めるってものづくりは。でものづくりは作ったらもう完成って言うたら終わりじゃけどな、次もう違うもん発売ないというか、それがものづくり。それから12年の時を経て2023年、ついにガマイソアテンダー3が満を持して登場する。アテンダー3を開発するにあたって、今回もグリップだったりリールシートだったり継ぎ目、素材、穂先の長さだったり、っていうのをもう全てを更新したくて改良したくて、アテンダー2っていうのは重量もあったんですけど、結構持って重たいっていう結構意見があったんですよね。だからアテンダー3に関しては持って重たくない竿、お持ち重りを感じにくい竿っていうのを一番初めに
考えました。重心をですね指を1本でこう竿を支えられるっていう位置を手前に持ってくれば持ってくるほど竿ってこう手前重心になるんで、軽く感じやすいっていうところを、今回考えました。で例えばそのアテンダー2が元竿のこう口ぐらいになったらアテンダー3は今回だいぶ手前に来るような感じになってるんで、ここを握った時に要は後ろにこう重心が来るような、だから軽く感じるような作りになってます。実際そのテストなんかでテスターさんに使っていただいたんですけど、僕その3の方が実際製品は重たくなってるんですけど、それを何も言わずに使ってもらったらだいぶ軽くなったねっていう感想をこういただいて、いや実はこう重量自体は重たくなってるんですよ、こうなってるんですよって言ったらっていう軽くなってるし操作性も向上してるっていう実際その竿になってます。そして次に取り組んだのが先端設計。先端設計っていうのは、一番のその目的としては操作性の向上で、先を短くすることによって先を軽くする。アテンダー2とか、マスターモデル2もなんですけど、同調子の竿ってやっぱ対魚に関してはものすごく安心感があるんですけど、例えば操作性とかっていうのはどうしても先調子の竿の方がやっぱり優れてます。で今回はその先調子の竿の操作性を取り入れたくて、先端設計を入れたっていうのがあります。で先端設計入れることによって実際先調子ロッド並みの本当に浮きの投入精度が出せたんで、先調子の操作性を持ちつつ、大きな魚が取れる同調子の特性も持ってるっていう竿です。さらに材料にもこだわり抜いた。今回使用した材料なんですけれども、T1100G を縦方向、竿の縦方向には採用してるんですけども、ガマイソでは初採用となるこっちの円環方向ですね、横方向にも採用しました。でそのことによって縦と横を高強度化することによって、重量を減らせたり素管の、パワーですねを増したりすることに成功しています。で縦方向と横方向を使用する今回の構造をタフマトリックスシステムと名称しております。竿の角度を保っているだけで魚を浮かせられる力っていうのが前よりも増してるんで、魚をより取りやすくなったっていうところがあります。そして今回特に大きく進化したものがある。それがウルトラアクティブサスデザインだ。ウルトラアクティブサスデザインなんですけれども、スーパーアクティブサスデザインをより進化させた、機構になってます。スーパーアクティブサスデザインで、継ぎ目のクリアランスを極限まで減らしたような、継ぎ部ができたんですけれども、それをさらに進化させたのがウルトラアクティブサスデザインで、継ぎ目のクリアランスをより減らした上にこの継ぎ目の材料にまでこだわっております。継ぎ目の材料に衝撃吸収性の高い材料を使用することによってワンピースロッドのようなスムーズな視点移動を実現しております。視点という曲がりの頂点なんですけれども、それがこういうふうに負荷がかかることに負荷の大きさによって移動するんですけど、これが継いだ竿ですとこの継ぎ目の部分でどうしても曲がりが重なってる部分があるんで、硬さの違いが出ることによってスムーズに曲がらないっていうことがあるんですけれども、ここの材料とかクリアランスを見直すことによって、まるでワンピースロッドのような、調子になりまして、視点の移動がスムーズにこなせるっていうのが、ウルトラアクティブサスデザインです。竿が曲がる時の視点移動、これをあたかも一本竿のように滑らかにすることで魚のバレを軽減する。ガマイソに受け継がれてきたアクティブサスデザインの概念を最も進化させた形がウルトラアクティブサスデザインだ。秘密は継ぎ目の構造にある。重なる部分の合成に着目し、その素材、厚さ、クリアランスなどを徹底的に突き詰めることで従来よりも飛躍的にスムーズな視点移動を実現した。今回その衝撃吸収剤をこの環合の継ぎ目の部分に使ってるんですけども、メリットとして2点ありまして、継ぎ目の硬さを抑えられるっていうところと、衝撃吸収剤っていう
その名の通り、魚が不意に暴れたりとかした時にその衝撃を吸収できる。他にも細部にわたり多くの進化を遂げている。今回竿尻に採用しておりますこの新型のラバーグリップなんですけれども、実際ここって手に持って力も入れるし、お腹に当ててやり取りしたり肘に当ててやり取りしたりするんで、いろんな使い方があるんで、今回そのさまざまなパターンにマッチできるように形状もリールシート並みにこだわって作ってます。握りやすくてフィットしやすいで滑りにくい、なおかつ、ここが、バランサーシリセンの代わりになってその低重心にしているっていうところです。リールシートと同じようにやっぱ手にフィットするような滑りにくいような形状を考えたんで、同じような対になるようなデザインです。それと横方向の滑りにくいような線も入れてますし、よりフィットするような形になってます。リールシートにも同じようにその脂肪加工をちょっと入れたり入れてなかったりっていうところを作ってるんで、そういうパターンで滑りにくくなってます。今回発表されますアテンダー3ですけれども、125、1半、175の3タイプで、それぞれ5メートルと 5.3 メートルの2機種になってます。で合計6機種が発売されます。今回発表されます3機種に関しましては、硬さを出すことなく粘りを増すことによって、前作よりもよりその対象魚を楽に浮かせられるような竿になってます。大型の魚を狙っての調校もしたんですけど、例えば125だったら50弱ぐらいのお仲間まで余裕を持って、やり取りができたり、1.755では60オーバーのお長を実際取ってます。前作と比べて、アテンダー3の 1.255 と1半に関しましては、素管の重量ですね 3% から 5% ぐらい、軽量化しております。1.755 に関しては素管の重量はほぼ同程度なんですけれども、その分リフトパワーですねっていうのを増してます。いやそれ全部苦労しましたよいやそんなにやったのいやそのセンター設計一つとっても本当に1センチ2センチ3センチで短くしていくことによってもう全然表情が変わってくるんで、どれが一番いいのかっていう長さの選定だけでも穂先だけでも何十パターンで作ったんで、その試作量とその検証を考えると結構苦労してますね。ウルトラアクティブサスデザインもどのように入れたら一番いいのかっていう検証をものすごくやったんで、もちろんそのリアグリップの形状に関してももういろんなパターンを作ったっていうのもあって、どこが苦労したかって言われてもいっぱい苦労してますね。コロナ禍でテスト行けなかったっていうのもその苦労の一つですし、コロナ期間中っていうのは、ね、なかなかテストに行けなかったんで、実際やっぱりテストしていい製品を作るっていうところが根底にありますんで、発売自体も、計画よりも伸びました。だからこそ今回コロナ禍において実証テストに向かうまでにもう何パターンもその試作を行ってテストに行く前にある程度煮詰めたものが出来上がったっていうのがコロナ禍でいう逆に今回良かった点であります。俺が力入れたのはもうデザイン力入れたけ色はほんでやっぱり見た人がな切れないといかんね。ほんと魚釣れん時に竿見てああと考え方やけ自分はそう思うで、やっぱり時代に合わせないかんっていうことは色変えるってことは若者向きにしていっちゃうぞと。昔はガマガって年寄り向きの色ばっかりだったりほんで変えるという若者は楽しいにせないかんってよう言うだろ。前の絵も描いたものだろ。で釣れんかって竿だけ黒い棒だったら楽しいないじゃんなあそれは結構力入れたな最初に。やっぱりそうなんよ。だけどこれ見てみな、このお前すがすがしいこの曇りのない色それで神がちょっと色くすんだらあかん、くすんだらもうちょっと見えるせいです。あいつはすごいですだろ。松田さんとデザインやるようになって一番こだわられてるところっていうのは釣りをしてて楽しい竿であったりとか、釣ってて気持ちいい色であったりとか、私アテンダーのデザインに関してはワン一番初代のモデルから私一人でやってるわけではないんですけど携わってまして、で初代と、2に関してはこういう
濃いブルーですね、っていうのが特徴だったんですけど、もっとアテンダー3では鮮やかにしていこうということで、今回っていうのはこういう明るい色を採用してます。やっぱこういう大きな柄を入れるようになってますんで、それが釣りをしている時に一番見えやすいようにっていうことで、その昔は、この竿の裏側にデザインが入ってたんですけど、この背中に入れて、釣りをしている時もデザインが見えるようにっていう風になってます。ここのガマカツの特徴である玉口なんですけど、メタリックのレッドになってます。増田さんが監修していただいたモデルに関してはこのレッドを、採用しております。やっぱりいろんな、私もその磯竿以外もデザインするんですけど、特にガマ磯っていうのはやっぱそのガマ磯独自の世界観っていうのを作りたいっていうので、今こういうちょっとよそにはないような派手なデザイン、黒地に赤の玉口でこういう大きい柄を入れるっていうところは、ガマ磯のそういうデザインのブランドイメージにしたいなというふうには考えてます。アテンダーっていうのが、ちょっとさっきも申しましたけど、ブルーなんですね。でブルーっていうのが特徴の色なんですが、それを明るくしていくっていう、いかに綺麗なブルーを見せるかっていうところで、実はブルーって一つ言ってもこの竿だけでもいろんなブルーを使ってるんですね。ここは、こういう、柄なんですけど、例えば金属アルミの部品であったりとか、そういうところの色出しとかで、例えばこの中の、ベタつき防止のこういうプリントが入ってるんですけど、今回これも特別にブルーで調色してまして、7つの海じゃないですけど、そのいろんな表情の青を今回使おうっていうことで、そこはこだわってます。釣りをする時にいろいろこう釣り竿が表情を変えるっていうところもちょっとそういうこだわりがあって、例えばこの言ってしまうと、このリールシートなんかも黒に見えるんですけど、実はこれブルーなんですね。よくで、これは多分この室内で見てもわからないで、ただ現場で太陽光に当たった時におそらくそれ分かっていただける、そういうちょっとしたこだわりというかね、そういうのも隠してます。その青っていうのが非常にこう落ち着いたクールなイメージを連想する色ですので、そこにやっぱその差し色といいますかね、そのアテンダーのその魂の部分という心臓部分っていう意味でこういうマークがついてまして、アテンダーっていうのはもう初代からそのブルーとこの差し色の赤で、あとガンメタですね、この3色っていうのを、コンセプトカラーにしてます。そのガンメタっていう部分でガマ磯の竿って割と金を使うんですね。通常ここ金のエンブレムが入るんですけど、こういうのも全部全てガンメタとシルバーで統一した、実はそういうのがいいっていう意見も多かったので、そういうのもちょっと一回取り入れてみてます。今回いろんなこうデザインパターンっていうのをものすごいたくさん作ったんですね。で、松田さんに見ていただいて、どれがいいですか、一番この綺麗なこれにしようで、これっていうのはやっぱり魚がこうどんどんこう前に進んでいくイメージであったりとか、釣り人が見てて楽しいっていう、この魚を入れるっていうのはそれこそマスターモデル2から続いてまして、でこういうね田物絵の時もこうぐるぐる入る絵を入れたりとか、松田さんはこの釣りをする竿なので、やっぱりその魚をどっかに入れたい、ここは一番松田さんもこだわっていらっしゃったんで、デザイン画だけでももうかなり何十種類も描いて見ていただくことになりました。ガマイソアテンダー3が誕生するまでの道のりは決して単調なものではなかった。アテンダー2の登場から12年の月日をかけて何度も試作を重ね検証し、また作り直し、そしてついに完成したアテンダーシリーズ最強の竿、それがガマイソアテンダー3なのだ。